はい、こんにちは、やすさんです。こちらの動画では、フレアメトリクスのティム氏が RFLR の戦略について解説ということで、始めていきたいと思います。先日ですね、こちらのYouTube チャンネルの方で、ティム氏のね、この RFLR の戦略についてですね、コメントされたものの、今回動画翻訳になります。こちらの動画になります。Okay, I'm going to summarize what RF Lari is as quick as possible so you can get started using it. So, で、こちらの動画のですね、要点になるんですけども、こちらにまとめております。12ヶ月にわたって毎月12分の1のトークン、12分の1がトークンになる。未確定のトークンを引き出すことはできますが、50% のペナルティが課せられます。TVL が増加すれば RFLR の収益は低下することになる。流動性が低く、毎日多くの RFLR が分配されるプールでは、より高い RFLR を獲得するチャンスが生まれる。フレアメトリクスのこのページには、プロジェクトから直接伝達された全ての情報が集められていますということで、こちらの12ヶ月にわたって毎月12分の1がトークンになるというのはですね、フレアポータルのエミッションズのヘルプページのところにですね、詳細の方載っておりまして、こちらになります。報酬を受け取ってから1ヶ月後に報酬の12分の1を引き出すことができ、2ヶ月後に12分の2を引き出すことができますということですので、報酬を受け取ってから1ヶ月後にね、1ヶ月後に、トークンとして引き出すことができるけども、ただ、それより前にもね、引き出すことができるんですが、50% のペナルティが課せられて引き出すことになるといった説明のをされております。で、今回のですね、RFLR の入手方法のマニュアルに関しては僕の方で作成しております。で、公式 LINE の方にキーワードを入力してくださった方にですね、プレゼントしておりまして、カメハメハのキーワードでスパークデックスを用いたマニュアル、で、赤サタナのキーワードでブレイズスワップを用いたマニュアルの方をですね、無料でプレゼントしておりますので、よかったらこの機会にですね、LINE の方に、キーワードの方を入力してくださって、手に入れていただければと思います。動画のコメント欄、概要欄の方に僕の公式 LINE のリンクは載せておきます。はい、で、こちらからですね、動画の翻訳になりますが、まず、さて、RFLR とは何なのか簡単に説明しようと。RFLR はリワードフレアの略で、新しいフレアディファイ放出プログラムへの参加に対する報酬ですと。で、そして DAPS やプールに参加することで RFLR を獲得することができますと。トークンを獲得したらフレアポータルに飛び、そこでトークンを請求することができますし、権利確定を開始し、フレアドロップを獲得することができます。で、トークンは12ヶ月にわたって権利が確定し、毎月12分の1がトークンになります。そして、完全に権利が確定する前にトークンを引き出すことも可能だ。未確定のトークンを引き出すことができますが、50% のペナルティが課せられますと。ですから、そのペナルティを確保で、すぐに引き出したいのであれば、ぜひそうしてくださいと。しかし、RFLR の多くを逃してしまうのは明らかだ。では、どうすれば RFLR を勝ち取ることができるのか、その方法を説明しよう。まず、フレアメトリクスにアクセスしてください。そうですね。フレアメトリクスは RFLR を稼ごうとするすべての機械の表を表示する新しいページをリリースしました。現在表示されているのは SparkDex とブレイズスワップのプールだけです。また、キネティックも現在 RFLR を提供しているプラットフォームだ。しかし、そのデータはまだフレアメトリクスに掲載されているわけではなく、これから掲載される予定ですと。その動向に注目してくださいということで、一応そのね、フレアメトリクスのリンクはこちらに載せておりますので、気になる方はこちらクリックして見てみてください。でですね、続きまして、フレアメトリクスの DeFi ページに行くと、RFLR 報酬を提供している様々なプールの表がありますと。で、APR が表示され、その他にも TVL、24時間取引量、取引量、そして、そのプールの手数料が表示されますと。これが流動性プロバイダーの手数料ですと。さて、ここで、収益を最適化しようとする場合、あなたは APR に注目することになりますと。年間残利回りですね。で、APR の上にカーソルを置くと、手数料 APR と放出 APR が表示されますと。紫色の APR はその合計ですということで、実際にね、メトリックスのページに飛んで、こちらのね、APR の方にカーソルを合わせますと、こちらの2つが出てくるんですよね。フィー、手数料、エミッションズということで、こちら放出手数料ということで、上段がですね、流動性プロバイダーの受け取れる手数料、流動性を提供したことによって、そこのプールでスワップが行われると、その手数料として、もらえる
る年間残利回り。で、エミッションズが RFLR の利回りになりますので、両方を足した APR が全ての年間残利回りになります。で、そしてですね、放出 APR は毎日、2段目、下段の方ですね、は毎日 RFLR の方です。毎日これらのプールに分配される量が決まっているため、ある意味で少し予測しやすくなっていますと。つまり、そのプールの流動性にほとんど影響されますと。TVL だと。で、TVL 何かと言いますと、トータルバリューロックの略でして、プロトコル、例えば流動性プールなどにロックまたはステーキングされている総量ですね、資産の、全員の資産の総量になります。で、それが増加すれば RFLR の収益は低下することになりますと。つまり全体数、そこに流動性を提供している全体数が増えてしまったら、1日のそのプールの分配される量っていうのは決まっているので、割り算になりますので、全体が増えれば、個人がもらえる収益は低下しますと。だからそれを逆に言えば、つまり流動性が低く、だからあまり預けてる人がいなくても、毎日多くの RFLR が分配されているプールでは、より高い RFLR を獲得するチャンスが生まれるということです。だからつまりあなたの流動性が全体のプールに対してどれだけ占めてるかっていうことが重要になりますと。これがより多くの RFLR を獲得するための一般的な判断方法ですと。そして、このページを使って戦略を最適化することができると。これは単なるガイドですと。そして、ディファイに参加する際には、自分の身を守るために自分で調査することをお勧め、しますと。で、しかし、これはプールを見つけ、プールを特定し、そのプールに入るために自分で調査をするための素晴らしい出発点ですと。すべてのデータをここで入手できる。放出量分布表もありますと。フレアメトリクスで収集した情報を見ることができます。フレアメトリクスのこのページにはこれらのプロジェクトから直接伝達された全ての情報が集められていますと。ですから、この情報は実際にはチェーン上では入手できません。これはプロジェクトから直接収集されなければならない。私たちはフレアメトリクスでそれを行っていますと。そして、どのプールや製品がどれだけの RFLR を提供しているのか、また一定期間に分配される総額はいくらなのかをチェックすることができますと。おそらく配布終了日が来たらプールから退出したいと思うでしょうと。つまり RFLR を得ることだけに集中しているのであれば、その報酬が、提供される限りプールに参加したいと思うわけですと。ですから終了日に注意を払うことが非常に重要になりますと。これで、概要がかなり明確になるので、他のリサーチをしてからこれらのプールに参加して RFLR を獲得し始めるのに良い出発点となるでしょうということで、フレアメトリクスの方がね、その、情報ですね、を収集するためのサイトの方をオープンしてそれを見ることができますので、その APR を見たりとか、あとはこの TVL ですね、全体がどれだけ預けてるのかっていうのとかをですね、いろんなプールを見ることによって、利回りをね、どれがいいのかとか選ぶ、判断基準になりますよということで、今回ね、その紹介、の方をですね、してくださいました。で、冒頭で話しましたけども、マニュアルですね、実際の手に入れるやり方ですね、に関してはマニュアル、僕の方で配っておりますので、カメハメハと、あとはカサタナのキーワードでね、それぞれのマニュアル、渡すことができますので、パスワード付きの記事になります。なので、よかったらこの機会に、ぜひですね、LINE の方にご連絡いただければと思います。はい。では最後まで、ご視聴いただきありがとうございました。はい。ここからはですね、宣伝になってしまいますが、リップル仮想通貨投資で法人化に成功したやっさん LINE 公式アカウント開設、仮想通貨に関する悩みを専門家が回答しますということで、今僕の方ではですね、仮想通貨、暗号通貨の疑問をですね、気軽に、聞くことができるですね、LINE サービスの方を、提供の方をさせていただいております。何かね、気になることと、わからないこととですね、ご不明点とございましたら、こちらの方からですね、お友達追加していただいて、僕の方にですね、コメントをしていただければ、僕が直接ですね、コメントの方に、返信の方をさせていただいております。またですね、こちらの LINE では、1、本当は教えたくないハイブリッド資産運用法、2、投資経験ゼロでも毎月10万円目指せる投資手法。3、ブログ、YouTube では言えない仮想通貨の裏情報、などのですね、限定で配信させていただいております。特に、初心者だけど、投資で毎月安定して10万円目指したいって人には、かなりですね、有益な情報になると思いますので、この機会にね、よかったら、お友達追加していただければと思います。動画のコメント欄、概要欄の方に、僕の公式 LINE の登録リンクですね、貼っておきますので、そちらからですね、お友達追加していただいて、コメントしていただければですね、すぐに、ご対応させていただきますので、よろしくお願いいたします。